平安貴族は何人いたのか。光る君へに学ぶ日本史。父藤原為時の出世が難しかった理由。紫式部が幼少の頃に父親で優秀な学者だが中級貴族であった藤原為時はなかなか官職に就けず家は貧しかった。しかし平安時代に貴族がどれくらいいて紫式部はどれほど貧しかったのかが現代人の我々には想像しにくい。そこで具体的に紫式部が生きた時代を知るために平安貴族が何人いてその割合はどれくらいかを数字で見ていこう。朝廷の位階には上は1位2位から下は7位8位大書位小書位までがあった。しかし律令の規定によれば平安時代に貴族として扱われたのは5位以上の人々であった。そして平安中期になると朝廷は小6位の下以下の位階を与えることはほとんどなくなった。これにより7位8位諸位といった位階を持っていた官人と呼ばれていた貴族でも庶民でもない階層が消滅する。そのため小6位の上という位階はそれまでは貴族とは見なされていなかったが以後下級貴族とみなされるようになった。平安中期以降の人々は小6位の上以上の貴族と位階を持たない庶民に二分される。つまり平安時代には貴族と庶民という2つの階級に日本人は大きく二分されてしまうのである。そして下級だが貴族の仲間入りを果たした小6位の上の人々が徐々に台頭してくるのだ。この小6位の上の下級貴族たちの職業は主に上級貴族の側近として仕えることであった。雑式と呼ばれた庶民の使用人とは違い上級貴族の身近にはべって雑用や警護のような仕事をした。そして身近に侍うことが多かったことからこの下級貴族たちは侍と呼ばれるようになった。平安中期の侍はまだ全てが武士ではなかったが後に平清盛や源頼朝の先祖がこの中から登場する。つまり武士は平安時代の下級貴族から発生したのである。ところで侍の上の階層である4位と5位の位階を持つ男性は大夫と呼ばれた。平安時代中期には大夫ではなく大夫と呼ばれていた。平安中期に大夫とは中級貴族の男性を意味する言葉だったのである。ところが平安末期になると森鴎外の三笑太夫で知られるように地方で羽振りの良い人間を太夫と呼ぶようになっている。この時代に貴族は小6位の上の下級貴族と大夫と呼ばれた中級貴族そして1位から3位までの上級貴族の3種類に分かれていた。上級貴族は公卿や神立ち目と呼ばれていたがこの上級貴族の男性は約30人だったという記録が残っている。おおよそ大臣は2名大納言4名中納言が7名参議は8名そして非参議が5名だという記録が毎年残されている。
これらの合計の平均を出せば上級貴族は27名ということになる。参議は稀に C のものも選出されることがあったので、上級貴族は約30名であった。では紫式部の父藤原為時が属した中級貴族は一体何人いたのだろうか。これも藤原氏の氏寺である奈良興福寺の記録にそのヒントが残されている。全焼した興福寺を再建するために1046年永正元年、関白藤原頼道は全国の藤原氏に布施を募った。この時に C5 位の異界を有する藤原氏の男子は366名だったと増興福寺記に記されている。藤原氏は当時の宮廷で4割強の勢力を持っていたことが別の資料で判明している。つまり全国には約900名の大夫 C5 位の異界を持つ中級貴族の人々がいたことになるのである。ちなみに紫式部の父藤原為時は藤原氏の一員だが、ズレオ国師になるためにはとても苦労した。ズレオ国師のポストは全部で66であったから、900人で争えば競争率は 13.6 倍と超難関であった。紫式部やその家族がなかなか裕福になれなかったのも納得できる数字である。また別の計算から下級貴族は約4000人いたことも分かっている。つまり平安時代の上級貴族は30人、中級貴族は900人、そして下級貴族は4000人で合計すると4930人となる。平安貴族は5000人だった。当時は異界を持つのはほとんどが男性であった。つまりこの約5000人というのはほとんどが成人男性である。そのため妻や子供の家族を含めた貴族階級というのは4倍の約2万人だったと推察される。日本の平安時代の人口は約600万人だということが分かっている。つまり貴族階級は家族も含めて平安時代の日本の人口のわずか 0.3% だった。平安時代のほとんどの日本人は庶民であり、貴族による搾取、疫病や飢餓に日々苦しめられていた。紫式部も苦労したであろうが、庶民の比ではなかったのである。